技は使い捨て？初代ポケモンニュー縛り実況始まるよ。というわけで今回は、初代ポケットモンスター赤バージョンを実況プレイしていくぜ。言わずと知れた名作ね。誰もがプレイした超有名作だよな。だから今回は普通にクリアを目指すのではなく、ニュー一匹でポケモンリーグ制覇を目指していくぜ。ニューってあの伝説のポケモンよね。そもそもニューってバグと隠ししないと出現しないのでは？ああ、そこら辺は後で詳しく解説していくぜ。今回はさらに縛りとして、ポケモンセンターでの回復を縛ってプレイしていくんだぜ。道具の傷薬などは使用可能だが、ポケモンセンターでの回復は一切禁止とする。結構鬼畜めなプレイをしていくのね。他にも細かいルールなどは進みながら適宜解説していこうと思うぜ。わかったわ。それじゃあ、主人公の名前をゆっくり、ライバルの名前をグリーンにして、一挙やってみっか。まずは例のごとく自分の部屋から冒険が始まりますね。お母さんをスルーして外に出てみると、何やらバッグに違和感が。ひとまず確認してみると、そこにはなんとニューが入っていました。何よこの劇的な展開は。レベルは5、技も初期習得技の破卓だけの純粋なニューだな。そしてなぜか最初から図鑑を持っているのと、プレイ時間が1時間経っているのは華麗にスルーしまして。ひとまずこのニューと冒険を始めていくんだぜ。だいぶ強引な茶番から始まったけど裏で1時間かけてニュー作ってたって。おっと早速野生のポケモンと出会ったな。なぜかバッグに入っていたニューのを偉人戦とさせてもらうぜ。後ろ姿可愛すぎー。唯一習得している破卓で攻撃してみよう。あれ？あんまり強くなくね？こんなポッポくらいなら一撃かと思ったけど。伝説のポケモンといってもそこまで圧倒的ではないのね。というわけで常盤の森までやってきました。序盤はお金がなさすぎるので落ちているアイテムもしっかり取っていきましょう。アイテムが生命線になるものね。そうだな、そして何より今回の縛りできついのが、技の PP 問題だな。ポケセンで回復ができないということは、技の PP を回復できる手段は PP エイドなどのアイテムのみ。でも PP 系のアイテムは結構レアでお店で購入はできないから、必然的に PP を節約しながら進んでいくことになるぜ。基本的に野生のポケモンなどの不必要な戦闘は避ける必要がある。さすがにこの縛りだと技が使えなくなりそうじゃない？そこで今回、ニューというポケモンを選んだんだよな。どういうこと？ニューはゲーム中の全ての技マシンを使うことができるんだよ。あ、なるほど。PP 切れになったら技マシンで新しい技を覚えればいいわけね。そういうことだ。技を特化引っ返しながら進んでいくのはニューしかできないゲートだからな。最悪の場合はルアガキをしながら進むのも視野に入れているんだが、なぜか PP 切れになってもワルアガキが発生しないバグがあってな。どういう条件で発生してるかよくわからないんだが、トレーナーとの戦闘だと逃げられない視界のポケモンもいないから、完全に積むパターンも起こりうるんだぜ。恐ろしすぎる。序盤は技マシンも PP 系の回復アイテムも少ないから、積まないように注意して、どうぞ。とにかく技 PP は節約ね。あとはシンプルにレベルが低くて勝てないなんてこともありそうよね。そこはニューの技範囲の広さと、全種族知100という高い能力を信じて進むしかないな。まあ RTA 動画とかでも一匹で攻略したりしてるし。ニューの性能の高さならなんとかなるのかな。さてさて大まかな解説はここまで。ここら辺にある傷薬は確実に取って進んでいきましょう。そして最初の強制戦闘。こいつは常盤の森の主というか番人みたいな存在で、一匹だけど高レベルのビードルを出してくるぞ。こちらのニューちゃんは最初のポッポとの戦闘のみだったからレベルは5。まあここは破卓連打でいけるんでしょうけど。ダメージ少な。これじゃあ結構 PP 消費しちゃうんじゃ。できれば急所にでも当てて早く倒してほしいところ。幸いにも伊藤白連打でこちらはまだ無傷。いいわね、この時代の AI って感じでラッキー勝ちできそう。ここで毒は引きたくない。
マジで毒消しを買う余裕もないんすか？最序盤はできるだけ傷薬を買いたいところ。お金やら PP やら考えることはいっぱいだわね。最後に無駄急所とか、このミュウ、やる気をあまり感じれないぞ。長い旅のお供になるんだからそんな言ってあげないで。というわけで最初の敵虫取り少年を撃破。無事にビシティに着いたらまずは、ショップに直行じゃい。おうおうやってっかありったけの傷薬持ってこいや。言うても3000円ぼっちじゃ大して買えないでしょ。これがマジの生命線になるからな。ってなわけで最初の難関、ニビジム行ってみよ。ここではある技を習得すべく手前の1万光年くんと戦っていきましょ。1万光年くん懐かしすぎー。さてさてお相手最初のポケモンはジブだ。ここで破卓の PP 消費は痛くない？それもそうなんだが10レベルでミュウが新しい技を習得するからな。ほう、何を覚えるんだっけ？そもそもミュウなんてまともに育てたことないからわからないわね。ああ、10レベルで覚える技はズバリ変身。これで悪あがきが出ないバグをなんとか回避しようって魂胆だな。どうやら変身した後は技 PP がなくなってもちゃんと悪あがきになるみたいなんだ。ようわからんけどとりあえず積まないためにも変身は必須ってことね。まあそんなところだ。とは言ってもたけし戦はマジでダメージが入らないから。泥仕合になるのは必至なんだがな。さすがに公開魔一つの破卓じゃ限界あるわよね。よし、あと1匹倒せばレベル10には届くだろう。3度戦は長いので倍速。ちなみにこの3度戦。いい感じに砂かけを当てられまくるとまたしても PP 切れで済みます。ただの砂かけがここまで脅威となるなんて。縛りプレイはこういうことが起こるからたまらないわね。その発言だけ聞くとめちゃくちゃヤバいやつだからやめとけな。よし、なんとか3度も突破。これでめでたく変身も覚えてたけし戦に挑めるぜ。レベルもいい感じに戦えるくらいにはなったわね。さてここでは彼の渾身のボケを聞いてもらって。よりだ。いざたけし戦の前に。回復を挟もうか悩むところだけど。傷薬がもったいないのでこのまま行ってみよう。そこまで温存しないと勝てない相手なの、やばない？全ジムリーダーの中でも最強かもわからんからな。さあやってきましたたけし戦。この石つぶてにはありったけの破卓を使って、使い切ったらあとは変身してまたひたすら攻撃をしていくのみ。ダメージ少なすぎー。さすがにこんな泥仕合を見てもらってもしょうがないので、この試合の時間を使って、このミュウの誕生秘話でも見ていきましょう。おいなんか急に始まったぞ。まずは最序盤、マサラタウンからワープをするためにバグ技を使って、一気に玉虫シティまで飛んできました。最初から思いっきりバグ技使ってて笑った。なんか微妙に世界もバグってるし。そしてまずは EV をゲットしていきます。あ、この世界はバグっているので一気に6匹の EV をもらうことができます。手持ちをすべて EV に変えたら今度はゲームコーナーに行きまして、ひたすらコインを漁りましょう。マジで何してるんこれ。EV6 匹強奪するわコイン漁りするわでやってること犯罪者なんじゃ。さてコインがある程度貯まったら、後方の監禁所でポケモンを交換してもらいましょう。ここでもらうのは KC、君に決めた。全然わからんけどなんかポケモン集め出したわねこのまんじゅう。今度はその足でくちばしティまで行きまして。ここが最重要。今回のメインアクト、ミュウの元となるスリープをゲットしていきましょう。はいゲットしました。こいつは後にミュウに転生するので名前をミュウとしておくのがポイント。そしたら今度は、育て屋さんの近くまで行きまして、
1匹目のポケモンの2つ目の技 PP が残り21なことを確認。ここでさらにバグを利用してミュウを作っていきましょ。道具の16番目のアイテムでセレクト BB。セレクト BB って響き、懐かしすぎるわね。ここら辺の細かいバグの方法は調べると出てくるから。興味があったら調べてみてね。さてここで戦闘に入ったら、さっき確認した2番目の技、今回は体当たりにカーソルを合わせて。ここでもセレクトボタン。なぜか技は消えてしまうけど気にせず育て屋に向かいましょ。ここで2番目に用意しておいたミュウの元子と、スリープくんを預けまして。すぐに引き取りをしてみるとあらびっくり。さっき捕まえたただのスリープがなんと、ミュウの鳴き声に変わってる？もちろん鳴き声だけではなくモンスターを確認してみると、なんと本物のミュウになっているんだな。すげえ。けどなんか私が知っているミュウゲットのバグ技と違うような。おそらくみんながやっていたのはミュウを釣り上げて捕まえる方法だよな。今回は5レベの完璧なミュウにするためにこの方法を選んでみたんだぜ。さてここからは総仕上げ。今のままだとミュウのレベルが高すぎるので、ここでもバグ技を使ってミュウのレベルを5まで戻していくぜ。みんなが試したであろうバグ技。100レベルのバグ技を活用していくぜ。やっべえ懐かしすぎる。これは私もやっていたわ。確か道具の7番目でセレクト BB。技でセレクトをして敵を倒せば一気に100レベルになるってやつよね。ああ、よく覚えていたな。ただ今回は応用編だ。ミュウには必要ないこの催眠術をカーソルに合わせてセレクトボタン。そして今回は倒さずに逃げるを選択。一度このミュウをボックスに預けて戻してみると。なんとレベル177のミュウが爆誕。ステータスもこの通り順当に育っておりますな。もちろんこんな怪物と旅をする気はないので。さらにバグ技を使って増やした不思議な飴を大量投与していきます。めちゃくちゃドーピングしまくってて草。ちなみにこのアイテム増殖バグのために EV は6匹必要だったんですね。ひたすらドーピングしまくってなんとレベルは255。ステータスが異次元の域まで達している。こいつはこいつで戦わせてみたいよな。そしてさらにもう一つ不思議な飴をあげることで、ライフはバグっちゃってるけどレベルは0に。さらに不思議な飴を与え続ければ、レベル5ミュウの完成。表示のバグは後でしっかり直しておくのでご安心を。そして最終仕上げ、アイテムとお金を整理して、最後にコインでゲットした KC でテレポートを使えば、これにて全工程完了。無事レベル5のミュウを連れてまたマサラタウンに戻ってきました。なんだか壮絶な物語を見させられたような気分だわ。ミュウ誕生秘話を見ている間にタケシを撃破。石つぶてに変身してひたすら悪あがき。こっちはこっちで壮絶な戦いだったぜ。しかしこれで難所突破。さらにジムリーダーに勝って何より嬉しいのは、この技マシンだな。もうすでに破卓の PP は例になっているものね。普通に進む分には大して使えない我慢だが、この縛りでは大活躍してくれること間違いなし。さあこの調子でどんどん進んでいきましょう。この先は逃れられないトレーナーラッシュ。たけしからもらった小銭で傷薬を補充して、我慢も覚えさせて準備 OK。オラオラ全員ぶっ倒してやんぞこら。さてこいつは何を出してくるんかな？時はの森であったって言ってるしやっぱり。虫取り少年でしょうね。キャタピーかこいつだと我慢はあまり使えなそうだな。伊藤博も使ってくるし、そもそもダメージも低いものね。だからここはたけし戦で使った変身作戦で。
ゴリ押し突破を図っていこうと思うぜ。変身すると PP は全て5なんだっけ？そうだな、どちらにせよ PP 切れは起こすだろうけど。ミュウの技 PP は変身1回分で済むからかなり節約になるぜ。それは賢い。でもダメージソースとしてはかなりしんどいものがあるわね。悪あがきだと傷薬が大量に必要だけど、お小遣い足りるかな？この後お月見山まで行ければ、傷薬が拾えたり新しい技マシンをゲットできるから、このトレーナーラッシュを超えられるかがかなり重要だな。あとは糸を吐くしかないので一旦倍速。こんな試合がまだ何回も続くのよね。ここら辺のトレーナーは無視できないやつが多いからな。さて、これでやっと糸を吐くの PP が切れたぜ。ここからは究極のゴリ押し、悪あがき戦法に。あれ？このパターンまさか。どうやら変身した後は技 PP がなくなってもちゃんと悪あがきになるみたいなんだ。全然なってないじゃないの。これで罪？完全に終わり？はい。こうなってしまってはどうしようもありません。逃げれもしない、替えのポケモンもいない、技も打てない。強いて言うならモンスターボールを投げてターンをやり過ごして倒してもらうくらいか。もちろんボールの余裕もないです。ここで取れる手段はたった一つ。そう、泣きのリセットです。いやいやこれもう完全に積んでんじゃん。ミュウの冒険、これにて終わり？バグでミュウを生んで、バグに済まされて終了ってこと？ちゃんと直前でセーブもしちゃってるし。悔しいがここは苦肉の策を打たせてもらおう。なけなしの金でモンスターボールを買って、一匹だけモンスターを捕まえよう。試合中こいつに一度交換することで、最悪の罪状況をなんとか回避しようという魂胆ですわ。ミュウだけで旅をしたかったのにこんなことになるなんて。まあどっちにしろ後で秘伝要員としてポケモンは捕まえるつもりだったからな。今回は戦わなければ OK とさせてください、すいませんでした。というわけで3匹虫取り少年との再戦。さっきの試合と同じく PP 切れるまではひたすら攻撃。ここで全技の PP が終了。前回はこれで完全積み状態が出来上がったわけだけど、ここでさっき捕まえたコラッタにチェンジ。もちろんこいつを戦わせるわけにはいかないので、改めてミュウに即替え。こうすることで積み状態を回避していく。ちなみに、最初から我慢を使い切ってゴリ押しパターンも試したんだけど、2匹目のビートル戦でやはり積んでしまってこの方法にたどり着きました。我慢自体も PP が少なすぎるのよね。我慢は後でも結構使うタイミングがありそうだから、ここはやはり変身を軸にして難を乗り切るしかないな。変身戦法でやっとこさ3匹目のキャタピーも倒せたぞ。いやーこいつは思わぬ伏兵だったわね。なんなら体感たけしより手強かったんだぜ。その後も変身戦法でトレーナーを倒していき、なんとかお月見山まで来れたぞ。技 PP も回復アイテムもかなり限界。もはや傷薬を買う余裕すらなくなってしまった。そんなわけでミュウの体力もかなり危ないラインまで来ちゃってます。こんなんでお月見山突破できるのかしら？ここで神のお恵み。念願の技マシンをゲット。早急にミュウに覚えさせていきましょや。中身は水鉄砲、ようやくマシな技が手に入りましたとさ。さらに傷薬も手に入れて延命処置を図りましょ。そしてこのお月見山での最重要アイテム。技マシン1。中身は威力80のメガトンパンチ。これで完全に変身生活とはおさらばできるぜ。さてさて新たな技を習得して圧倒的に強くなったミュウをご覧入れよう。お相手はお月見山出口にいる理科系の男。こいつはお月見山最後に出会うことも相まって、ちょっと苦戦した記憶もあるわね。
だいぶ体力が削られた状態での勝負になるからな。ここは少し迷うけど、この後のことも考えてまずは我慢で行ってみよう。ベトベターがいい感じに攻撃してくれたらいいんだけどね。お、はたきは嬉しい。いや、金縛りはやめて。しかもよりによって主力技のメガトンパンチを。我慢はやっぱダメージそこまで入らんな。ただここは節約志向で。いいぞいいぞどんどんはたいてくれ。おっと今度は我慢が金縛られた。それでは新生命の神髄をお見せしよう。水鉄砲で一撃。今までとは比べ物にならない火力ね。これが無限に撃てたら楽勝なんだけどな。さすがにそれだと簡単すぎるでしょ。水鉄砲の残り PP はあと20か。ここはメガトンパンチ、一撃粉砕で頼むぜミュウちゃん。ちゃんと急所に当ててくれるあたり、こやつだんだん分かってきたな。殺意だんだん高まってきたわね。ラスト一匹はドガース。こいつは水鉄砲で2発ってところかな。おっと結構いい耐久してますな。ここで3回も使っちゃうわけにはいかないんだよな。まだ PP 余裕あるしいいんじゃないの？いや、この先の工程を思い出していただきたい。この先？もしかしてゴールデンブリッジ？ご名答、ゴールデンブリッジからのまさきの家までも結構戦闘が残ってるんよな。だからここではなるだけ節約して進んでいこうぞ。よしこれでお月見山も突破ね。なんとか鼻出して今で着いたぞ。ここで一度ミュウのステータスでも見てみようか。レベルは17、物理防御の個体値が高めだったみたいだな。あ、もう我慢の PP が切れてる。あとは残ったメガトンパンチと水鉄砲でやりくりだな。花田ジムの前にレベル上げがてらゴールデンブリッジ制覇を目指していこう。最初にして最大の強敵、ライバルのグリーン君は、強くなったミュウに勝てるわけもなく一瞬で葬ってやりましたとさ。不思議だねを文字通りワンパンしてるじゃない。ここからは結構順調に進んでいったんだが、かなりヤバいことになってきたゴールデンブリッジ最終戦。ロケット弾との戦い。メガトンパンチ7回、水鉄砲1回しか PP が残っていない。やっぱ、もっとちゃんと節約して進まないとダメ。お前さっき PP 余ってるし使えよとか言ってたろうが。ここからはまた悪あがき生活に逆戻り？なんだそのしょうもなさそうな生活は。大丈夫、幼き頃のかすかな記憶だがまだ挽回の手が残っている。こっから挽回って、技マシンが新たにあるとか？まあ楽しみに見ていろ。ロケット弾勧誘は優雅に断りを入れまして。まずはこの先のアイテム。ここは技マシンが入っていたはず。ほらね。いやってもこの技マシンって。戦士派。なんで攻撃技じゃねえんだよこんなん全然使えねえよクソが。じゃあやっぱり悪あがき生活スタートじゃない？いや、まだもう一つ奥の手が残っている。そのためには、まずはこいつと戦わなければならんのじゃ。何を考えているのかわからないけど大丈夫そう？聡明な視聴者ならもしかするともう気づいているかもしれないな。まあ、ひとまずこいつを倒すことに全集中。残りはメガトンパンチ5回と水鉄砲1回。こいつはメガトンパンチでしっかりと処していきまして。このタイミングでちょい残しは辛いわね。ここは惜しいけどメガトンパンチを放っていく。そしてもう一匹は石つぶて。まるでこのために残していたかのような水鉄砲をこいつに当てれば。よし一撃撃破。それじゃあ奥の手とやらを見せてもらおうじゃないの。そしたら一度この山男を定位置に戻して。これが私の奥の手じゃあ。なるほど隠しアイテムの PPA だ。
これでなくなった技 PP を回復させれば悪あがき生活は避けられるぜ。幼き頃の記憶が合っていてよかった。その後は回復した技たちを使って順調に進んでいき、さらにここで新たな技マシンもゲット。技マシン19は地球投げ。レベル分の定数ダメージを与えられる優秀な攻撃技だな。そして無事にまさきくんとの会合イベントも済ませて。やってきました2つ目のジム。まずは霞の前にいるガールフレンドをボコボコにして差し上げましょ。PP に余裕が出てきてだいぶ調子が上がってきたじゃないの。PP の余裕は心の余裕なんだよな。名言みたいに言ってるけどこの縛りプレイしてる人にしか刺さんないわよ。さてお相手は高レベルのトサキンと。こいつは地球投げで2発くらいかな？宣言通りもう一発でいけそうね。いやちょい残るんかい。しかも混乱ももらっちゃったな。ここはこの後バブル光線をもらえるから。水鉄砲はここでお役御免、使い切っちゃいましょうか。よし当たった。順当にレベルも上がってきてるからこれなら霞にいい勝負ができそうね。念のために傷薬は使っておいて。いざ霞とバトルと行こうか。ここは私、人影を最初のポケモンに選んでかなり苦戦したのを覚えているわ。霞も間違いなく強敵よな。ただ今回は、めきめきと力をつけてきているミュウちゃんで瞬殺していくぜ。まずは1匹目ヒトデマン。こいつは最大火力のメガトンパンチで、一撃粉砕いけるか？またしても嫌なちょい残し。このパターン、PP 効率クソ悪いから勘弁してほしいんだが。ダメージ感覚が優れていないトレーナーの責任ね。2匹目強敵のスターミー。こいつにもメガトンパンチをお見舞いしていく。ああいいねバブル光線、これから使えると思うと楽しみだぜ。確かにこれでかなり攻撃技も安定していきそうね。最後は地球投げで終了。これにて花田ジムも無事突破だな。次は空き巣に入ったロケット弾、霞からもらったバブル光線を試し撃ち。どんどん技のレパートリーが増えて私は楽しいよ。ほぼ積みかけみたいな時代も楽しかったけどね。もう絶対あの時みたいにはなりたくない。技マシンをもらっても慢心することなく進んでいこうぜ。今もしかしてめちゃくちゃつまんないギャグ言った？というわけでくちばし D につきましたよっと。まずはまさきくんからもらった船のチケットを使ってサントアンヌ号に乗船しましょ。サントアンヌ号懐かしい。確かこれって一回下船したらもう一生乗れないのよね？ああ、だから貴重なアイテムなんかは確実に取りながら進んでいくぜ。このサントアンヌ号で一番取り逃しちゃいけないアイテムは、やはり技マシンだな。ここでは何の技マシンがあるんだっけ？ここでは眠るとのしかかりの技マシンを拾うことができるんだぜ。眠るは回復技としては優秀だけどまあいらないとして。確実にのしかかりの技マシンは取っておきたいところだ。初代のノーマル技としてはかなり強力な部類に入る技で、何より命中安定だから今回の縛りプレイにはもってこいなんだよな。外さない分フルに PP を使えるってわけね。そういうことだ。地味にメガトンパンチとかは命中不安技で、この道中も外しまくって心臓に悪かったからな。この技マシン8がのしかかりね。その後も精神安定剤こと PP 系のアイテムを船から根こそぎ奪って、無事船長から居合切りの秘伝マシンをもらうことができましたよっと。よしそれじゃあ3人目の事務船、マチスと戦っていこうか。この電動ロック、仕組みがわからなくて親に泣きついた思い出。
第2ロックは隣り合わせってのがミソだよな。さあ電気使いのマチス。こいつにはロケット弾からもらったあの技をお見舞いしてやろうと思うぞ。まあでも最初のビリリ玉くらいなら、ここまで主力として頑張ってくれたメガトンパンチでもいけるかな。もはや伝統芸とかしたちょい残し。あんたのダメージ感覚マジで終わってるわね。これが後の旅に響かないといいんだがな。そしてここからは帯電気タイプ用必殺技。穴を掘るをかましていく。さすがに強いわね。初代の穴を掘るの威力はなんと100。1ターンはかかってしまうけど威力は自身と変わらない超強力技なんだよな。威力 100？ こんな序盤で出ていい数字じゃねえな。だから高レベルの雷虫もなんと一撃で仕留められるぜ。今回の縛りの面白さがどんどん出てきたわね。ああ、技マシンさえあればどんな敵にも弱点をつけるミュウちゃん。愛おしくなってきたぜ。しかもここで強力な技マシンを新たにゲットね。ああ、マチスからもらえるのは技マシン24、10万ボルト。電気技の主力になる技なんだが、今回はあえてすぐに使わずこの技マシンは取っておくことにするぜ。さてお次は岩山トンネルを通ってシオンタウン、玉虫シティを目指してこ。あんたものぐさでフラッシュは取らない派のまんじゅうなのね。今回はスーパーゲームボーイでプレイしてるから、目を凝らせば結構暗闇トンネルも見えるもんだぜ。さてここは雑魚がうざったいのでスプレーを振りまいておいて。いざ暗闇の旅へ。いきなり絡まれてて草。まあまあこれも暗闇トンネルの醍醐味でしょ。怪獣マニアくん、君ならこのモンスターの凄さはわかるんじゃないのかい？さすがの君でも見るのは初めてだろう。だいぶ PP もここまでの道中で減っているわね。岩山トンネルまでのトレーナー戦でだいぶ使ってしまったからな。お、ついにミュウのレベルも30か。そうだった、ここで指を振る覚えるの完全に忘れてた。何が出るかわからない不安定な技だけど、確かメガトンパンチの PP はもうなかったから。ここはあえてギャンブルに身を投じようか。大丈夫か？自爆とか出たら目も当てられないよ。さすがにそんな簡単には出ないから平気モノマネ？これはなんだ？相手の技をパクれる的なあれか？めちゃくちゃ動揺してて草。あってもこれ結果として最高に PP 節約になっているな。それは確かに。しかも頭突き結構強いし。これは大当たりだったのでは？いいね、指を振る使えるじゃん。この先変な技引いて怒っている未来が見えるわね。さて次の指を振るチャンス。今度は何が出るかな？回し蹴り。だいぶ脳筋っぽいミュウになってきたな。さらっと後悔魔一つのポッポを一撃で落としてるし。ここら辺で一応 PP も回復させておきましょうか。なけなしの PP エイド、今回の最重要アイテムだが、ここは穴を掘るを選択、この後のエリカ戦でも使えるからな。間違って指を振るを回復させたら面白かったのに。そんなこんなで岩山トンネル脱出。さらに PP リカバーも拾ってより盤石な体勢になってきた。あ、シオンタウンは一旦用がないのでスルーして玉虫を目指しましょ。そして玉虫シティ直前の地下通路。何この動き？これ何やってん？静かに、今集中しているんだ。あったぜ地下通路の落とし物。PP アイテムに貪欲すぎわろた。よしこれで玉虫シティに到着。ここまで来ればこのミュウちゃんはさらに強化することができるんだぜ。ああそっか、デパートで技マシン大量にゲットできるもんね。ご名答、まずはデパート屋上に向かって。自動販売機でジュース各種取り揃えていきましょ。喉が渇いた女の子にジュースをあげていけば、
冷凍ビーム、岩なだれ、トライアタックの技マシンがもらえるんだぜ。おお、技範囲がさらに増える予感。ここら辺の技マシンも少し温存して進んでいきましょ。さて前編ラストのジム、玉虫ジムを攻略していこうか。ここも無駄な戦闘は避けるために最適ルートを進んでいけば。この大人のお姉さんだけでエリカに挑めるぜ。大人のお姉さんの手持ちはたまたま一匹のみ。さてどうやって料理してやろうかな。まずは手始めにのしかかりでたまたまを潰してみようか。なんだか男性が痛がりそうな表現をするのね。おっ半分食らったか。しかもたまたまは麻痺してしまったぞ。あとは指を振るで。まさかのメガトンパンチ。のしかかりとメガトンパンチで完全にたまたまを潰してやりましたよ。それじゃあエリカ戦もこの勢いで行ってみようか。エリカさんチッスチッス。悪いけどうちのミュウちゃんの肥やしとさせてもらうぜ。エリカの手持ちは3体。タイプは草タイプのジムリーダーだな。でもウツボットは毒タイプも複合してるから。穴を掘るが当倍で入るんだよな。ああだからさっき穴を掘るの PP を増やしていたわけね。なんか今効果抜群って表記が出たけど。ああ、これも初代のバグらしくてな。効果抜群と出るけど実際は当倍でダメージが入っているらしい。なんだかややこしいわね。これで絶対タイプ相性間違えて覚えちゃった人いるでしょ。かくいう私もその一人だぜ。未だに地面タイプの攻撃が草タイプに当倍で入ると思っちゃうんだよな。これ、わかる人いたらコメントで教えてください。同志です。モンジャラは草単タイプだからのしかかりで攻めていこうか。さっき女の子からもらった冷凍ビーム覚えさせれば余裕だったのでは？ああ、そうしたいところは山々なんだが。氷技は強力だから終盤まで取っておきたくてな。完全にラストエリクサー症候群じゃん。あんたもしかしてそんなこと言って最後まで使わないタイプ？今も指を振るでゴリ押しかまそうとして回復されてるし。人のことをせこい性格みたいに言うな。大丈夫、ある程度は計算して技を選んでいってるから。私の計算を信じてください。指を振るゴリ押しでモンジャラも突破。最後の一匹はラフレシアか。こいつも見せかけの効果抜群をついて倒していこうぜ。急所はナイス。これだけ削ればあとはのしかかりで。ゲームセットじゃー。これで4つ目のバッジもゲットね。序盤は悪あがきで積みかけたり、技 PP の管理でだいぶ手こずったけど。だいぶペースも上がってきたよな。というわけで今回の動画はここまで。後編動画も楽しみにしていてください。そしてチャンネル登録、高評価もぜひぜひよろしくお願いします。ゲームの感想や、ルーンについての思い出なんかも、コメント欄で書いてくれると嬉しいんだぜ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みんな、バイビー。